こんにちは、コードキングです。今日は Notion から Obsidian への移行をして自分の第二の脳を再構築した話をしていきたいと思います。これからどっちを使うべきと迷っている方の参考になれば嬉しいです。まず、なぜツールを移行したのかについてです。Notion は非常に優れた All-in-One ツールです。プロジェクト管理やチーム共有には本当に便利です。しかし、使い続ける中で知識を長期的に蓄積し、自分の考えをネットワーク化する用途には少し違和感を感じるようになりました。その時に出会った考え方は、外部知識はノートブック LM などの AI ツールに任せ、個人の思考、ネットワークは Obsidian で管理するというコンセプトでした。これが移行の大きかったなきっかけです。両者の最大の違いは設計思想にあります。Notion はクラウド型のオフィス、つまりチームで共有し、整理し、管理するためのツールです。一方、Obsidian はローカル型の書斎、つまり自分の考えを蓄積し、長期的に育てていくためのツールです。次に、機能面の違い。Notion は、クラウド依存で独自のフォーマットを使います。一方で、Obsidian はクラウドのマークダウンファイルで管理します。その違いはとても大きくて、オンオフラインでも使える。他のツールとの交換性が高い。将来もデータが失われないという安心感につながります。さらに重要なのが情報の構造です。Notion は階層型のデータベース、つまり整理された管理に向いています。一方で、Obsidian は双方面、リンクによるネットワーク型です。それは人間の思考に非常に近い構造です。知識が点ではなく、つながりとして成長していきます。では、実際に使って良かったところについてお話ししたいと思います。まず、マークダウン、ファイルで非常に書きやすいです。次に AI との相性が抜群です。チャット GPT やジミニーの答えをそのまま貼ってもフォーマットが崩れません。そして何よりプラグインによる拡張性の高さ、自由度は圧倒的に高いです。Obsidian の弱点としてよく言われるのが公式同期が有料というところですね。しかし、Git を使えば、完全無料で同期、環境を構築できます。エンジニアにとっては、むしろこっちの方が安心感があると感じました。期待していたグラフィー、ビューについては少し意外でした。視覚的にはとても面白いんですが、実用性はまだ高くありません。実際にノードを探す場合は、検索機能の方が圧倒的に早い。ローカル AI 連携も試しましたが、現時点では効果は限定的です。理由はシンプルで、メモの構造化はまだ不十分だからです。つまり、
AI を活かすには人間側の整理も必要という学びがありました。結論としては、Notion は管理ツールとして最強、Obsidian は思考を蓄積するツールとして最適。この2つは競合ではなく役割の近いツールだと感じました。最後までご視聴ありがとうございました。参考になったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお楽しみに。